今から友達とランチに行きます。今日はパリ、土曜日晴れてて久しぶりに会うお友達なんで楽しみです。もう今読んでる新川ホタテさんの女の国会っていう本が面白すぎて、でなんか私今日カバンがちっちゃくて入んなかったんで、今日ランチ終わってまた夜まで時間があるので一回お家帰って思ってます。それぐらい面白い。持ってきてよかったです。なんかさ、単行本で外れだとさ、ちょっと落ち込みも大きいじゃないですか。でも当たりの時のこのね、高揚感すっごい面白いんで、レビューもしたいなと思っているぐらいです。パリ今日いい天気ですね。今ストラスブールサントリーのあたり歩いてますけど、アーゼメチアというね、駅に向かっております。私はパリは結構地図で言うと右側の上の方、マレ地区の方で割と過ごすことが多いです。フランスって自分の好きな地域をカルチェって言うんですけど、私のカルチェになるといいな将来と思っています。なんかちょっと土曜日だからかみんなほっこりしてるようなゆったりした感じですね。街も風がね少ない気がしますね。ヨーロッパの冬だから凍りついて寒いけどガクガクブルブルしないって感じかな。今通りを一本曲がってサンマルタン通りっていう通りを歩いてます。この奥に見えますかね。これがサンマルタン門と呼ばれているものです。これ人から聞いた受け売りなんですけど、パリって昔もっとちっちゃくて、この門の外と中でパリの中、パリの外が分かれていたそうです。駅の名前もポフトってつくと門、ここまでがパリなんだなとか、地下鉄見てるとちょっとずつ分かってくるようになったけど、どうだろう、私も分かんないこと多いんですけど、来るといつも気持ちがいいですね。到着しました。この可愛いお店で今日はご飯します。ラミルイかな、ワーグラッと出てるね。行ってみます。すごいクラシックでめっちゃ可愛い。Yeah, but I was in the mood for like a little bit. I like wine today. エスカルゴとファーグラが来ました。 For me, it's quite heavy. 読んでいきます。終わりたくないぐらい楽しいです。女の国会も読了し、気持ちのいい朝ですので、読みたてほやほやの感想をどっかで話そうかなと。せっかくパリにいるからね、お家で動画撮るより外の方が楽しいかなと思って出てきました。ちょっと場所探して書評動画撮っていきたいと思います。よし、なんか良さげな公園のベンチを見つけたんで座りました。パリの公園って椅子がこうじゃなくてこう斜めになってて、そう見えますか、こうなってるんですよ。ちょっと眠くなっちゃうあれですね。背もたれがついてるのでという感じで、早速ですが読み終わりました。女の国会。じゃーん。これまずすっごい面白くて今から話すんですけど、ずっとね終始永田町にいる話なんですよ。だからパリで読まなくてよかったなっていうのが正直な感想です。日本で読むと多分もっと仕事したくなったり元気が出る話だったと思うので、その点はちょっと残念でしたが、でもこのね単行本って面白くないとちょっと高かったなって思っちゃうけど、大事になるとこう抱きしめたくなるこの重みというんですかね、大きさがあるので本当に抱きしめたいぐらいの今気持ちでいます。はい。でちょっと取り留めのない文章にはなるんですけど、このあらすじですね。これはお嬢と呼ばれる国会のマドンナがある日突然自殺するという話です。でその自殺前日に国会で激しくやり合っていた憤慨おばさんって呼ばれている高槻薫、この人が主人公ですね。この同じく女性議員がかなりこう世間から強いバッシングに遭うんですね。お前が追い詰めたせいだみたいな。だけど高槻薫とその亡くなったお嬢は長年ライバル関係にあって、
対立しつつも切磋琢磨していた関係なので、お嬢がそんなこと自殺するわけがないということで、高槻薫がお嬢の死の真相を探っていくっていうストーリーになっています。これミステリーとしても面白かったですし、国会で働く女性のお仕事小説としても大変な読み応えがありました。どっから話そうかな。だからこの魅力その2つぐらいいけるかな。1は、そのミステリーの完成度ですね。私は自分的にはミステリー音痴というか、ミステリー偏差値とても低い。いつもなんか最後まで読んで、あれこれどこでこの伏線あったっけとか思っちゃうこと多いんですけど、今回は自分で読みながら3つぐらいあいつが犯人なんじゃないか、これが動機なんじゃないか、いろんなストーリーがこう浮かんできたんで、私も追うごとに真相に迫っていく迫力を読書で体験できたのが良かったです。なんかね、難しすぎるとね、読み終わった後に何だったんだっけみたいな、ちょっと釈然としないで終わっちゃうことって私はミステリーではあるので、その点はこれもう超スッキリします。はい。あとはもう一つ、やっぱり何と言ってもあれですね、こう男性優位の社会で働く女性たちの強さ、美しさ、たくましさ、で、女だからしんどいんですっていう話ってよりは、むちゃくちゃ働く女たちの話なので、そこがすごい共感を覚えました。あとは女性として会社員をやったりキャリアを目指していく、ましてや国会なんてきっととっても大変なんですけど、男性も男性ってリテラシー上がってきてるんで、女性の活躍を応援してくれる男性もたくさん増えてるのも事実で、そうなった中でこう明確な性犯罪ぐらいに触れないと、自分でもレポートしづらいというか告発しづらいような環境ってちょっとあると思うんですよ。だけど日々起きているセクハラとかパワハラ、そして女性だから感じるザラッとした職場での気持ちってきっともっとささやかなものなんですよね。それが書かれてた。私も全くね、実は同じ経験あって、これで悔しいと思ったり、それを事なかれで過ぎていく会社に対してちょっと怒ったりしていいんだって思えたのが、すごいちょっとどこかは明言しませんが、すごく良かったですね。あとは強くあれっていうよりも、多分強い女性って強くならざるを得なかったと思うんですよ。それを登場人物みんなにちょっとずつ感じて、私も自分で起業してだいぶ強いと思うんですけど、強くなっちゃったな、ならざるを得なかったな、私ってこんな感じだったっけ性格って思う自分もいれば、こうなれてよかったっていう自分もいて、そのどっちも肯定してあげられたので、それって外的要因でもあり、自分の大人になっていくっていう成長の過程のプロセスの話でもあったなというのが、すごく向き合えて自分とね、大変楽しく読みました。でも本当東京で読みたかった。もうずっと永田町でいるんで、私今パリすごいおしゃれなねもっと違う本をね読むような環境ですけど、本もね出会っちゃった順番が結構運命だったりするんで、今だから良かったのかも、今だからすごい入っていったのかもしれないです。私が海外で読書するのが大好きなのは、こうやってね言語をほっぽり出されるんで、そんな時に自分だけが向き合える日本語っていうものがとても入ってくる。で、思考がクリアになって、距離の問題もあるんですけど、日々の悩み事もちょっとつかの間外に置いておけるというのがすごい好きで、読書を海外でするっていう時間を忙しかったりお金がなくてもよりちゃんと取ろうと心がけてるこの数年であります。今回もすごい良かったな。あれが切れちゃった、充電が。だから家に帰ってきてやっぱり寒いのでコートオンコートです。ライダース上から着て、今日は本当にいい天気なの。女の子からさっき話そうと思った話の続きなんですけど、これ作家の新川帆立さんが書くためにわざわざ永田町に2ヶ月間お部屋を借りたかなんかで徹底取材の末に書き上げた作品なんだそうです。だからこそのこの説得力と、あとリアルな描写で、視点がね、これ女性議員と新聞記者と地方議員全て女性なんですけど、3つの視点から話されてて、どれもがねすごくね細やかなんですよ、描写が。テレビでしか私たち政治家に触れること普段ないけど、こんな毎日送ってんのかなって本当に思わせてくれるような
本当に今の日本で起きてるんじゃないかっていうような話で、脱帽というか取材力もめちゃくちゃ尊敬しましたね。でその取材の方法も独特で、女性だからしんどかったことありますかって女性議員さんに聞くんじゃなくて、仕事のやりがいとか大変に感じること、悩みは何ですかっていう聞き方をして、そこからあぶり出されてきた、いやでもそれって女性だからなんじゃないみたいなところを、その新川さんがうまくこう紡いで作品に仕上げてると聞いています。なので女たちきっと強くなっていってるし、女だからこそのこの仕事の問題じゃないんじゃないか、自分の能力不足なんじゃないかって思って成長したり、諦めたり周りと協力したりとかっていう風に仕事って進んでいくと思うんですけど、いやいやこれは女だから大変なんだよみたいなことを言ってくれてる部分が結構多くて、すごいね心強かったです。でそうだ、私すごい好きだった箇所があって、そこをちょっと読みたいなと思うんですけど、317ページ、もう結構クライマックスの方なんでネタバレしないようにちょっと引用します。日本で女性首相が生まれたことはない。100年以上前から100回以上組閣されているのに女性首相はゼロだ。スクロールしても男の写真しか出てこない。これがどれだけ異様なことか、気持ちの悪いことか、どうして今まで気づかなかったのだろう。女は怒っていい、こんなのおかしいと言っていい。ここ好きです。100年後の女の子たちにはそんなひどい時代があったのかと驚いてほしい。その頃にはきっと今よりマシな現実があるはずだから。いいよね多分今も先人たちの絶え間ない努力の末、私たちはこんな自由に働けるようになってるけど、その100年後200年後の未来の人たちも、未来の女性たちもまたそんな時代があったんだと思えるようになってほしいなっていう風なことをこの本を読みながら改めて強く思いました。例えば今ってね、この間の衆議院選挙で与党が過半数を割って政治が面白くなってきたというか、民主主義なんだ日本はって改めて気づかされるような局面に来ていますが、そんな中でやっぱりこう夫婦別姓、あとは LGBT の方たちの結婚もですし、それでもやっぱり内閣女性すっごい少ない。今回は本当少なかったですよね。石破さんの内閣期待したけどみたいなことをおかしいと思っていいんだと。なので新しい未来がどんどん近づいてくることを期待したいし、近づけるために私も本当ただの一人の日本国民であり働く女性ですが、一生懸命生きたい、前向きに頑張りたいなっていう風に感じさせてくれるお話でした。これでも女性が楽しめる作品であるのはもちろんなんですけど、とても働く意欲が湧いてくるんで、みんなもしゃかりきで働くんで、お仕事小説好きな男性とかにもおすすめしたいなと思います。あと本当に今この政治がちょっとずつタイムリー面白くなってきているこの時期に読むのはとってもいいなと思って、だって最近私は結構選挙行くし、政治昔から興味あったんですけど、政治に興味ない子たちも選挙に初めて行きましたとか、日本これからどうなっていくんだろうとか、応援したい政党が出てきたとかって話を聞くようになってきて、めちゃくちゃ日本変わってるじゃんみたいな。で今パリにいるから、私は結構いろんなお友達がいる中で、世界どこでもそうなんですって。アメリカもトランプが大統領になっちゃって、もうすごい落ち込んでる州もあれば喜んでる州もありで、例えばタイの友達とかもあそこはね王政がすごい強いので、王様の傍若無人な態度に辟易としちゃってる国民たちが子供のことを諦めてる。もうこんな世界を子供に渡せないみたいな。いろんな国の子たちと政治の話すると、私たちだけじゃないんだなと思うんですよ。だからこそ日本ももっともっと若い世代がちゃんと関心を持ち続けて、すぐには変わんないからね、政治は。私がおばあさんになった時に、なんかもう生きやすい世界になってきたなって思える日本だったらいいななんて思いました。でもねっていう日本の未来の政治の話をパリで感じちゃったんですよね。それが残念だけどすごい良かったんでおすすめです。はい、女の国会読みやすいし、文字も大きいから、そんなにすっごい長いわけじゃないので読んでみてほしいなと思います。それではまた次の動画で会いましょう。失礼します。ちょっとパリいっぱい本持ってきたんで、また面白い本あったらレビューします。